皆様ごきげんよう、宮豆さのです。本日検証いたしますのがこちらの機体。オフランスが生み出した謎の沈航空機のリュウ 102T アレリオンです。こちらのアレリオン、なんと世にも珍しい羽ばたき機、通称オーニソプター機になっています。鳥のように羽ばたきます。全長 6.4 メートル、潜伏8メートルと、冷戦に比べるとかなり小型な印象ですね。こんなものが飛ぶかですって。理論的には問題ありませんのでご安心ください。まずは翼を作動させます。おまんじゅうたち、アレリオン発進準備。アレリオンのエンジンの出力は75馬力。かなり小さめなエンジンですが、これは機体が小さいためなので仕方がありませんね。メサコ、そこは危ない。メサコー、後で強調しておきます。メサミー、後で強調しておきます。申し訳ありません。羽ばたき機は単純に羽をばたつかせるだけでは飛行することはできません。アレリオンの主翼をご覧くださいませ。正しい羽ばたき方は上に40度、下に10度の50度の範囲で羽ばたきを行います。さらに主翼の前後で動きをずらすことによって離陸を開始することができます。なんとかバーチャル空間では飛び立つことができましたね。さらにアレリオンの主脚は引き込み式という意外にも近代的な設計になっています。前に進みませんね。ご安心ください。アレリオンの主翼の向きに注目していきましょう。アレリオンの翼が上がるときはプラスの向かい角、下がるときはマイナスの向かい角に動かすことによって推進力を得ていきます。空を自由に飛びたいな、そんなときはアレリオン、ぜひご利用くださいませ。現在アレリオンは空中で編隊を組んで飛行中ですが、なぜこんなヘンテコレな飛行機が作られたのでしょうか。ここでは冷戦に登場してもらいましょう。ゼロ戦、冷戦は機銃の先にプロペラがあり、プロペラの回転数と機銃の発射間隔を同調する必要がありましたが、荒く運転すると機銃の弾がプロペラに当たったりするなどの問題を引き起こしたり、そもそも巨大なエンジンがあるためにプロペラ機では重武装を施すことに向いていませんでした。しかしオーニソプター機はプロペラが不要なため自由な武装が可能です。また鳥のように羽ばたくことによってより短い滑走距離で離陸できたと考えられ、トリッキーな運動も可能だったのです。多分アレリオンという名前は中世ヨーロッパに伝わる伝説上の鳥の名前。理論的にはまさにその名前にふさわしい存在と言えるでしょうね。ただアレリオンの最高速力は時速 200km、 9式重爆と大体同じくらいのスピードで、ぶっちゃけめちゃめちゃ遅いです。とまあこんな感じで今回の飛行はこれくらいでおしまいにして基地に帰還していきましょう。どうしたバスコダメさ。要塞が燃えています。まるで戦ですね。あのおまんじゅうはメサミー、塔の上にメサミが救助を待っています。後で今すぐ救助していきます。何ですかこの音は。敵機に狙われています。バスコダメさー、後で救助しておきます。あれはメッサーシミット BF109 エミール。第二次世界大戦の頃の戦闘機がなぜこんなところに。実はこちらのアレリオンが開発されたのは1938年頃、BF109 の E 型が生産されたのは1938年なので、ほぼ同時期になりますが、BF109 の最高速度は570キロ、それに対してアレリオンは200キロですので、勝負になりませんね。メッサーシミットが燃料切れで撤退していきましたね。助かりました。メサナよ、もっと高く飛びな。メサオ、メサノド、メサイク、メサキー。アレリオンのエンジンの出力は75馬力ですが、試験では60馬力しか出なかったようです。あの機体のエンジンは不詳だったんだと思いますね。後で救助しておきます。メサミー、今救助するぞ。早くアレリオンに乗るんだ。粘れアレリオン。メサミー、なんとか耐えましたね。メサミー、
オオニソプターキって意外と救助に向いていませんね。なんとかメサコに救助させましょう。私が操縦を変わっていきます。メサコよ、最後のチャンスだ。すり抜けながらかっさらえ。いきます。メサミー、メサコー、メサミ、メサコー。後で救助しておきます。こんな悲劇があっていいのでしょうか。これはまずいです。アレリオン、操縦不能。脱出いたします。ご安心ください。私のこのペンダントがあれば多分なんやかんやって空中に浮かぶと思うんですよね。おまんじゅうたちのぬいぐるみ、現在好評販売中です。よろしければ概要欄から詳細をご覧いただければなと思います。リュウ 102T アレリオンは自動車技師だったリュウ博士が1907年に製作した模型をルーツとして、1913年にはジャン・マリー・デュボワ氏と共に人が乗る実機の製作にこぎつけます。この試験には失敗しますが、その後、第一次世界大戦を経ても研究を続行すると、フランスの航空技術局はこの試みに興味を持ち、1937年についに実機が完成します。そして、翌年の1938年4月にはシャレームードンで風洞実験が行われることになります。2分間にわたった風洞実験に耐えたアレリオンは、さらに20分間に及ぶ羽を動かす試験にも成功しましたが、エンジンは非力で満足な馬力を発揮することはできませんでした。アレリオンにはさらに実践的な試験が行われ、130キロに相当する風速を受けながら羽を動かす試験が行われます。順調にいくかと思われた実験でしたが、エンジンの出力を上昇させたその瞬間、主翼の一枚が折れると、続けざまに全ての翼が破損。アレリオンは見るも無残な姿になり、実験は失敗に終わりました。リュウ博士はさらなる実験を希望したものの、主翼の強度不足は構造上どうしようもない上に、ドイツの脅威が増す国際情勢の中で、このような変な航空機を試験する余力はなく、開発は中止となってしまうのです。以上がアレリオンの特集でした。アレリオンがもし飛んだとしても、縦方向の衝撃は凄まじいと考えられ、実用化することは困難だったと考えられます。オーニソプター機のメリットは現在ではほとんどなく、ドローンなどで一部使用されることにとどまっております。ちなみにアレリオンの胴体はなぜか第二次世界大戦を生き延びてフランス・アンジェの博物館で保存されているようです。そんな感じで本日の動画は以上となります。こういった分野に興味がございます方は我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよならさよなら。バイバイ。